これでわかるフランシスコ・デ・ゴヤ。スペインのロマン主義の画家。ゴヤは宮廷画家として地位を確立しましたが、晩年は影と闇を見つめた黒い絵を描きました。1746年、スペイン・アラゴンのフェンデトーデスに生まれる。父親はメッキ師であり、裕福ではないけれど芸術を愛好する気風の中で育ちました。14歳の時、地元の画家の下で絵を学び始め、王室画家のフランシスコ・バエウと出会う。後にその妹のホセーファ・バエウと結婚。1774年、バエウの手引きでマドリードへ出ます。40歳の時、カルロス3世の大月画家に任命されます。そしてカルロス4世の即位とともに、ついに43歳で宮廷画家に昇進します。46歳の時に原因不明の病気で聴力を失う。これ以後、ゴヤの作品は、その社会的評価の高さとは対照的に、個人的、政治的なものを主題とした絵も描くようになります。ゴヤはスペインの激動の時代を生きた画家でもあります。フランスに妥協的であった国王と宰相ゴドイに対して、反発した民衆が暴動を起こして、国王とゴドイを追放。皇太子であったフェルナンド7世が即位。1807年、ナポレオン軍率いるフランス軍がスペインへ侵攻し、スペインの一般市民を虐殺していきます。こうした動乱の中に書かれたものが、このマドリード1808年5月3日。翌1808年にはナポレオンの兄ジョセフ・ボナパルトがスペイン王として即位。事実上ナポレオン軍の支配下に置かれたスペインは、1808年から1814年にかけてスペイン独立戦争が起こります。ただ、このナポレオンの兄はいいこともしました。それはスペインで行われていた異端審問を廃止させたことです。異端審問とはとても恐ろしいもので、一旦容疑をかけられて呼び出されると密室で取り調べがあり、自白を促される。自白しなければ恐ろしい拷問が待っています。この絵はその取り調べの後の公開法廷。他の国にもありましたが、スペインが一番激しかったと言われています。この異端審問、一旦廃止されますが、ナポレオンの兄が逆転してフェルナンド7世が返り咲くや否や再開されてしまいます。しかも宗教とも関係なく、ただナポレオン側に立っていた人たちも次々呼ばれました。ちなみにゴヤも呼び出されそうになりました。政治の腐敗、異端審問への批判が読み取れる作品、ロス・カプリチョスが見つかり、慌てて王家に寄贈し、異端審問が介入できなくします。その後、フェルナンド7世が嫌っていた母の愛人でもあった宰相ゴドイの屋敷を調べられると、ゴヤの描いた2つのマハの絵が見つかります。裸のマハと着衣のマハ。ゴドイの依頼により制作。マハとは広域なマドリード娘という意味で、人の名前ではなく、ゴドイの愛人とかゴヤの恋人とかいろんな仮説がありますが分かっていません。もちろん問題になったのは裸のマハの方。特にスペインは同じカトリックのフランスやイタリアに比べてもヌードに厳しかったそうです。スペインは長くイスラム社会に支配されていたので、イスラム教の文化も根付いていて、肌を露出することに厳しく、その感覚が残っていたと言われています。この時もなんとか助かりますが、相当ハラハラしたことでしょう。ちなみに着衣のマハは裸のマハが描かれた後に制作されました。注文主が裸のマハを隠すために、あるいは並べて楽しむために描かれたとされています。黒い絵。1919年にゴヤはマドリード郊外にローシャの家と通称される別荘を購入し、黒い絵と呼ばれるシリーズを制作します。サロンや食堂の壁に直接描いた壁画で、スペインの政治の腐敗や人間の闇の部分を描いた作品たち。誰に依頼されるでもなく描いたものなので、その時彼が一番描きたかったものであろうと思われます。ただこれを見ながら食事をするというのはどういう感じなんでしょうね。当時のスペインの自由主義弾圧を避けて78歳の時にフランスのボルドーに亡命。1828年82歳でこの世を去る。では、黒い絵の代表ともいえる我が子を喰らうサトゥルヌスをご覧ください。
サトゥルヌスはギリシャ神話に出てくるクロノスで、父親を殺すのですが、その時父に、お前もまた自分の子供に殺されるであろうと言われ、その恐怖に生まれてくる子供を次々に飲み込んでしまう。このサトゥルヌスの顔は自分で自分の行動に怯えているようにも見えます。まさに激動の時代を生き抜いて地獄を見てしまったものから生まれた狂気を描いたのではないでしょうか。お疲れ様でした。では最後にゴヤの他の作品を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。